皆さん、こんにちは。みきこです。いつもありがとうございます。皆さん、いかがお過ごしですか？というのも、最近、うちの学生は体調不良で休む人が多くなりました。季節の変わり目って体調を崩しやすいです。インドネシアって雨季と乾季と2つしか季節がないし、気温の変化自体もさほどないんですが、季節の変わり目は体調を崩す人が多いみたいです。さて、今日は秋の魅力についてお話ししたいと思います。なんとなく秋は日本にとって少し特別な季節のように感じます。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、収穫の秋という言葉があります。食欲も読書もスポーツも収穫も秋じゃなくてもするのにね。なぜわざわざそれらに秋という言葉をつけているんでしょうか。皆さん、食欲の秋という言葉を聞いたことがありますか？秋になると、熊やイノシシなどの野生動物が人間の住む町や村に出てくることがあります。そして畑を荒らしたり、食べ物を食べたりすることがあります。熊やイノシシは冬眠に備えて食べ物をたくさん食べて脂肪分を蓄えます。これは動物の本能ですね。冬を乗り越えるために脂肪分が必要です。そしてこの本能は実は人間にもあるそうです。人間は熊やイノシシのように冬眠はしませんが、寒い冬を乗り越えるために秋になると脂肪分を蓄えようという本能が働くようです。そして自然と食欲が増すそうですよ。私は食欲の秋だからいっぱい食べてしまって太るわとついダイエットの言い訳をしてしまいます。この動物の本能に加えて、秋は涼しくなるので自然と食欲が増えます。夏は暑くてあまり食べられない人もいますからね。そうめんや冷しゃぶのようにさっぱりした食べ物を食べる人も多いと思います。それが秋になると涼しくなって、もっと食べたいと食欲が出てきます。秋には旬の美味しい野菜や果物が食べられるのでね。せっかくなので美味しい秋の食材もいくつか紹介しておきます。かぼちゃ、さつまいも、かぶ、柿、梨、りんご、ぶどう。子供の学校では芋掘りのイベントがあったりします。芋掘りをして焼き芋にしてみんなで食べたら本当に美味しいです。それから週末は家族で梨狩りやぶどう狩りに出かけることもあります。あ、こうして話しているとやっぱり秋はいい。これらの食べ物は秋に特に美味しくなります。そして旬の食べ物を食べると栄養が多くて体にいいです。だから日本人は秋だけにかかわらず、旬の食べ物を食べることを大切にしています。確か以前にもどこかでこの旬の食べ物の話をしたような気がします。多分、日本の家庭料理についてで話したと思います。はい。それから読書の秋についてです。日本の秋を表す言葉に読書の秋があります。
秋は夜が長くなって涼しくて、ゆっくり本を読むのにぴったりの季節です。昔、日本の作家や詩人たちは秋にたくさんの本を書いたり読んだりしたそうです。寒湯という文人が読んだ灯花親しむべしという詩があります。この詩には、秋は過ごしやすい季節だから、夜には明かりを灯して読書をするのに最適だという意味が込められているそうです。そしてこの詩を夏目漱石が三四郎という作品に取り上げたことがきっかけで、最適な季節の秋に読書をしようという風潮が生まれて、読書の秋と言われるようになったそうです。秋になると読書の秋というキャンペーンがあって、多くの人が本を読んでいます。秋の夜に窓を開けながら読書をするのは気持ちいいですよ。はい。それからスポーツの秋です。秋はスポーツをするのに最適な季節です。夏のように暑すぎて熱中症になる危険もありませんからね。冬のように寒すぎて体が冷え込んでしまうこともありません。1964年に開催された東京オリンピックも秋である10月に行われました。そしてこの東京オリンピックの開会式の10月10日が体育の日となりました。でも、ハッピーマンデーが導入されて、今は10月の第2月曜日になりました。名前も体育の日からスポーツの日に変わりました。日本では体育の日を中心としてスポーツを楽しむ風潮が生まれて、運動会も秋に行われることが多くなりました。もちろん全てではありませんけどね。それから最後に収穫の秋です。収穫の秋といえば一番に思い浮かぶのはお米です。日本人の主食ですからね。本当に日本のお米は美味しい。炊きたてのご飯はご飯だけでも食べれるぐらい美味しいと言っても過言ではありません。過言ではありませんとは言い過ぎじゃないという意味です。現代では栽培技術や輸送手段が発達しているので、季節関係なく美味しいものが食べられます。でも昔は季節に応じて収穫されていました。四季の中で一番食べ物を豊富に収穫できる季節が秋だったそうです。そこから収穫の秋と言われるようになったそうですよ。はい。ということで今日は秋の魅力についてお話ししました。日本人は季節の移ろいを楽しんでいます。単なる気温の変化だけではなく、それぞれの季節を楽しんでいます。それぞれの季節の楽しみ方については、日本の旅行はいつがいいでもお話ししています。日本に住んでいる方や日本へ旅行予定の方は、ぜひ日本の秋を楽しんでくださいね。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。